おはようございます。ケンです。今日はテスラ情報が結構盛りだくさんです。テンポよくお届けしていきますので、本日もぜひ最後までご視聴ください。まず最初に取り上げるのは、テスラのロボタクシー戦略です。イーロン・マスクさんが以前から計画しているロボタクシーサービスですが、最近テスラがロボタクシーやサイバーキャブの商標申請を行ったということが明らかになりました。しかし、その商標登録が一般すぎるという理由で却下されたということが話題になっています。これが意味するのは、テスラが今後ロボタクシー関連のブランド戦略を再考せざるを得ない可能性があるということになります。特にロボタクシーという名称が一般名詞扱いされているため、今後新たなネーミングや別のアプローチが必要になるかもしれません。ここで重要なのは、これが単なる商標の問題ではなく、テスラのサービス展開全体に影響を及ぼす可能性があるという点です。仮に名称が確定しなければ、マーケティングやユーザーへの周知活動にも影響を与えかねません。一方でテスラは2025年6月にテキサス州オースティンでロボタクシーサービスを開始する計画を進めています。このタイミングで商標問題が発生したことがサービスの開始にどう影響するのか、またテスラがどのような対応を取るのかについても注目が集まります。では次にテスラのロボタクシー戦略が投資家の心理にどう影響しているのかを見ていきましょう。テスラが進めているロボタクシー計画、これがもし順調に進めば、新たな収益源として莫大な利益を生み出す可能性があります。特に完全自動運転技術が商業化されれば、テスラは単なる自動車メーカーから移動サービス提供者としての新たなポジションを確立することになります。しかし、今回の商標問題がそれを妨げる要因になる可能性もあります。商標が取得できなければ、ブランドイメージの統一やマーケティング戦略が複雑化する恐れがあります。投資家としてはこのような不透明要素が短期的な株価のボラティリティを引き起こすリスクを考慮する必要があります。また先ほども言いましたが、ロボタクシーの開始予定が迫っていますが、そのタイミングまでに商標問題が解決するかどうかです。商標問題が長引けば、新しいサービスの名称やマーケティングメッセージの変更を余儀なくされる可能性もあります。これが投資家にとって何を意味するのか、仮にテスラが計画通りにロボタクシーサービスを開始できた場合、収益源の多様化により株価の上昇が期待されます。一方で、サービスの開始が遅延したり、商標問題が解決しなかった場合、ネガティブな市場反応を招く可能性もあります。ここで一つ注目しておきたいのが、テスラの株価が2025年の第一四半期に13% 下落したことです。これはサイバートラックの販売低迷や収益性の低下が影響していて、今回のロボタクシー戦略がテスラにとって株価の回復材料になるのかどうか、それともさらなる不安材料になるのか、この点は投資家としても慎重に見極める必要があります。では次にサイバートラックの最新情報について解説していきます。まず大きな話題となっているのが、サイバートラック向けに計画されていたレンジエクステンダーの中止です。テスラは当初$16,000で提供予定だったこのオプションをキャンセルし、予約者には全額返金することを発表しました。このレンジエクステンダーは本来ならばサイバートラックの航続距離を最大716キロまで延長できるとされていました。しかし、度重なる遅延やコストの問題が影響し、最終的に計画が白紙となったんです。ここで重要なのは、この決定がサイバートラックの販売戦略全体にどのような影響を与えるのかという点になります。当初の発表では500マイル以上の航続距離$39,900の価格設定が話題になったんですけれども、現在のサイバートラックは301マイル、つまり約484キロの航続距離にとどまっていて、価格も$99,990と大幅に上昇しています。このギャップが生じた背景には、
バッテリーコストの高騰や供給チェーンの問題があると見られています。さらにテスラがレンジエクステンダーの中止を発表したことで、今後サイバートラックの航続距離が現行モデル以上に拡張される可能性は低いと言えます。では、この決定が投資家にとってどのような意味を持つのか。まず、レンジエクステンダーが提供されないということで、サイバートラックの市場競争力が低下する可能性があります。例えば、リビアンの R1T やフォードの F150 ライトニングはそれぞれ高い航続距離を誇っています。テスラがその差を埋められないまま市場に投入することになれば消費者の選択肢として優先度が下がる可能性もあります。さらにレンジエクステンダーの中止は投資家の期待を裏切る形になるかもしれません。市場はサイバートラックの航続距離がさらに伸びると期待していた分、今回の決定が株価にマイナスの影響を与えるリスクも考えられます。この点については2025年のサイバートラックの販売台数が3万5000から5万台と見込まれる一方で、当初の予約台数100万台以上からは大きく乖離していることも念頭に置く必要があります。では次にイーロン・マスクさんが進めている AI 企業 XAI のスーパーコンピューター計画と、それがテスラのエネルギー事業に与える影響について解説していきます。XAI はテネシー州メンフィスに世界最大級のスーパーコンピューターコロッサスを建設しています。この施設はかつてのエレクトロラックス工場跡地に設置されていて、AI モデルグロックのトレーニング用として稼働しています。ここで注目したいのが XAI がコロッサスの電力供給にテスラの大型蓄電システムメガパックを導入している点です。これにより当初使用されていた天然ガスタービンからの切り替えが進められ、環境負荷の軽減と安定供給が実現される見通しです。ではなぜこの動きが重要なのか。それはテスラが進めるエネルギー事業の拡大が AI 分野への進出とも密接に関わっているからです。これまでテスラは車両販売を主な収益源としていましたが、メガパックを活用した電力供給ビジネスが拡大すれば、新たな収益の柱が構築されることになります。しかし、ここで課題になるのが、電力供給の安定化です。XAI のスーパーコンピューターのコロッサスは大規模な GPU 群を抱えていて膨大な電力が必要です。そのため現在も一部の天然ガスタービンが稼働している状況です。これが完全にメガパックに置き換わるのは2025年秋に予定されている第二変電所の完成以降となります。ここで投資家が注目すべきポイントは XAI がテスラのメガパックに2億3000万ドルを投資している点です。この投資額が示すようにテスラのエネルギー事業が単なる蓄電システムの販売にとどまらず AI 分野への電力供給ビジネスにまで拡大しているということがわかります。さらにイーロン・マスクさんが構想している Everything App 万能アプリの構築にも注目すべきです。今回の XAI のスーパーコンピューター計画はテスラのエネルギー事業だけではなくスペース X やボーリングカンパニーとのシナジーも生み出す可能性があります。特に AI 技術を活用したエネルギーの最適化や自動運転技術の強化が進めばテスラの全事業が連携し新たな価値を生み出すことも期待されています。では続いてはテスラの充電インフラに関する最新の動きについて見ていきます。テスラのスーパーチャージャーチームがなんと北極圏への充電ネットワーク拡張を計画していることが明らかになりました。イーロン・マスクさんが北極圏以外は北米全域で長距離移動が可能だということを語ったことを受けて、テスラの公式充電アカウントはチャレンジアクセプテッド挑戦を受け入れるとツイートしたようです。これが何を意味するのか。まず、北極圏という過酷な環境においても、テスラが充電インフラの整備を進めるということは、EV の長距離移動がさらに現実味を帯びているということになります。これまでの充電ネットワークは、都市部や主要高速道路に集中していましたが、今回の北極圏への展開は、極寒の地域でも EV が活躍できるインフラを整備する第一歩と言えます。さらにこれまでの取り組みとして
中国ではチョモランマのベースキャンプまでのルートに11基のスーパーチャージャーを設置し、モデル3がそのルートを走破しています。この事例を踏まえれば、北極圏でも同様の充電ネットワークが構築される可能性があります。ここで重要になってくるのが、この計画がテスラのブランドイメージ強化に大きく貢献するという点です。EV の課題として航続距離の不安がありますが、これを解決するために過酷な地域でも充電インフラを整備するという姿勢は、テスラの技術力をアピールする絶好の機会と言えると思います。一方で、北極圏という極寒の地域での運用には課題もあります。バッテリー性能の低下や設置コストの増加、そして電力供給の安定性といった要因です。これらの課題をどのように解決していくのか、テスラの今後の動向に注目が集まっています。では、続いては、イーロン・マスクさんが進める X マネーの構想と、その規制上の課題について見ていきます。イーロン・マスクさんは以前から、Everything App 万能アプリの構想を掲げてきました。その一環として進められているのが X マネーと呼ばれる個人間送金サービスです。これはベンモや Apple Pay と競合することを目指したサービスで、ユーザー同士の送金や決済機能を統合するものです。現在、X マネーは42の州でマネートランスミッターライセンスを取得済みですが、問題となっているのがニューヨーク州です。ニューヨーク州の金融サービス局への申請が保留となっていて、一部の議員がイーロン・マスクさんの過去の行動を理由に申請を拒否するよう要請しています。具体的には X のビジネスモデルは州の基準に適合していないとして許可を出さないように求めています。特に懸念されているのが X マネーがニューヨーク州民の個人データにアクセスできるようになる点です。この点について議員らはイーロン・マスクさんの過去の行動パターンが州の基準である品格と一般的な適正に欠けると指摘しています。これまでの企業買収や政府契約での行動が問題視されているということになります。ここで投資家が注目すべきポイントは、X マネーがニューヨーク州で許可を取得できるかどうかが、イーロン・マスクさんの万能アプリ構想の成否を分ける可能性があるということになります。ニューヨーク州は金融業界の中心地であり、ここで許可が得られなければ、X マネーの全国展開にも影響を与えるということになります。また、X マネーはすでにビザと提携していて、クレジットカードやデビットカードとの連携も計画されています。これは新たな収益源を確保するだけではなく、テスラ社の決済システムへの統合も視野に入れている可能性もあります。しかし、もしニューヨーク州での許可が下りなければ、この構想全体が頓挫するリスクもあります。投資家としては、X マネーが進出する州の数や規制当局との関係に注目しておく必要があります。では続いてはテスラの最新プロジェクトアリコーンについて解説をしていきます。プロジェクトアリコーンっていうのはテスラのロボタクシー戦略を強化するための最新プロジェクトです。テスラのモバイルアプリ内のコード解析から明らかになったもので、ロボタクシー向けの新機能を統合する取り組みです。通常であれば、新しいモビリティサービスを立ち上げる際には、専用アプリを開発するのが一般的です。しかしテスラは、既存のモバイルアプリ内にロボタクシー機能を追加しようとしています。これはユーザーに新たなアプリをダウンロードさせる手間を省き、既存のユーザー基盤を活用して迅速に市場展開をする狙いがあると考えられています。具体的には、プロジェクトアリコーンには次のような機能が追加される予定です。まずは、車両オーナーへの連絡機能、そしてライドヘイリングのスケジュール管理、最後に運行データのリアルタイムの供給、これら3つの機能により、テスラ社のオーナーが自分の車をロボタクシーとして提供し、収益を得る仕組みが整備されることになります。ここで重要になってくるのは、これが単なる技術面の強化ではなく、テスラの収益モデルにも直結する動きであるという点です。イーロン・マスクさんは以前、テスラ社が稼働していない時間に稼働させることで、所有者が車両の購入コストを回収できるようにすると発言していました。プロジェクトアリコーンは、まさにその構想を具現化するための一手と言えるでしょう。また、このプロジェクトの初期展開は2025年6月のテキサス州オースティンでのロボタクシーサービスの開始を目指しています。しかし、ここで課題になってくるのが今日の冒頭にお伝えした商標問題です。ロボタクシーや
やサイバーキャブの商標がまだ確定していないため、正式なブランド名が定まらないままサービスを開始する可能性もあります。投資家としては、このプロジェクトが順調に進むかどうかが収益拡大の鍵となります。仮に予定通りにロボタクシーが稼働すれば、新たな収益源が確立されるだけではなく、テスラの収益モデルそのものが大きく変わる可能性があります。一方で、商標登録が長引けば、新しいサービスの認知向上やマーケティング戦略に影響を与える可能性もあるため、この点は引き続き注視が必要です。はい。ということで、ここまでテスラの最新ニュースをいくつか取り上げてきましたけれども、最後にこれらの情報を総括していきたいと思います。まず最初に振り返るのは、ロボタクシー計画です。テスラはプロジェクトアリコーンを通じて、自社のモバイルアプリにロボタクシー機能を統合しようとしています。これは単なる技術の開発だけではなく、新たな収益源を確立する戦略的な動きです。ただし、商標問題が解決されない限り、正式なブランド名が決まらず、市場投入が遅れるリスクもあります。ここは引き続き注目していきましょう。次にサイバートラックの状況です。レンジエクステンダーの中止というニュースは市場の期待を大きく裏切る結果となりました。価格設定も当初の約束とは異なり、大幅な値上げが行われています。この動きが販売台数にどう影響するのか、特に競合のリビアンやフォードが電動ピックアップトラック市場でシェアを伸ばしている中で、テスラがどのような差別化戦略を打ち出せるのかが焦点となっています。さらにテスラのエネルギー事業にも注目が集まっています。イーロン・マスクさんが進める XAI のスーパーコンピューターコロッサスへの電力供給にはテスラのメガパックが導入されました。これは単なるエネルギー事業の強化だけではなく AI ビジネスへの進出を示すものでもあります。エネルギー事業の成長がどこまで収益ができるのか、これが今後の投資判断の一つのポイントになっていくでしょう。そしてイーロン・マスクさんが構想する X マネー、現在42の州でライセンスを取得済みですが、ニューヨーク州での許可取得が難航しています。ニューヨーク州は金融の中心地であり、ここでの許可の取得がエブリシングアップ構想の成否を分ける可能性があります。許可が得られれば新たな収益源が開拓される一方で、拒否された場合には構想全体の見直しを迫られる可能性もあります。こういったことを踏まえて今後の投資判断として注目しておきたいポイントは3つです。ロボタクシー戦略の進展、商用問題の解決とサービスの開始のタイミングが鍵となります。2つ目はサイバートラックの販売動向です。レンジエクステンダーの中止による市場への影響と競合との差別化が焦点です。3つ目はエネルギー事業と AI 分野の拡大です。メガパックの導入が進む中、AI コンピューターコロッサスへの電力供給がどこまで拡大するのかは注視していきましょう。はい、ということで今日は盛りだくさんだったんですけれども、テスラの情報は以上となっております。最後にね、テスラ株をチェックしていきたいと思います。本日はトランプ大統領がイギリスとの貿易合意が成立したという発表で市場全体が上げております。そしてテスラも上がっている状況で現在10ドル以上上昇し287ドルとなっております。はい、ということで今日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。輻射熱装置を使った未来の空調管理システムを手掛けている株式会社エコファクトリーさんの体験会を7月27日の日曜日に行うことになりました。場所は熊本の本社です。熊本空港から車で10分ぐらいの場所になります。空港までは迎えに行きますし、福岡からなら僕と一緒に行こうと思います。ぜひね、真夏の輻射熱、こちら体感されてみてください。特に経営者の方でオフィスの電気代の高騰に悩まれている方などは必見の装置だと思います。エコファクトリーさんの輻射熱装置のエコウィンに関しては僕のもう一つのチャンネルの方で動画を撮っています。概要欄に掲載しておきますので、ぜひ興味がある方はご覧になられてみてください。オフィスだけではなくご自宅の導入にも可能です。ぜひね、興味がある方、真夏の輻射熱が一体どういったものなのか、びっくりするぐらい快適な空間となっていますので、僕と一緒に体験に行きましょう。はい、ということで体験に行きたいなと言われる方は僕の公式 LINE の方から問い合わせの方をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。